こんにちは、七味 ZR です。今日はグランドエクスペディション用に調整したマーシャルアーティストのオイルバラージビルドについてご紹介したいと思います。前回の動画から火力を大幅に上げたのと、あと耐久面も上げました。ベリシウムレムナントのルーン次第ですが、その場でオイルバラージを打ってれば終わることもあります。火力と耐久を上げるために前の動画よりも機動力とレアリティを下げた感じです。オイルバラージの DPS は今素の状態で51万7000です。使用ごとの平均ダメージは32万ぐらいになっています。ステータス面で言うとアーマー 59%、回避 74%、これウィンドダンサーが今発動している状況です。エナジーシールドが8089あって、エナジーシールドリチャージ遅延が 1.79 秒、結構短くすることができています。受け流し率は 51%、受け流しにより防がれるダメージ割合は 40% です。今現在、レベル99の経験値 60% です。グランドエクスペディションばっかり私やってますが、しばらくやられてないですね。だいたい結構余裕ある感じで戦えているんですが、制約のルーンが発動した場合は、その場に留まって戦うんじゃなくて逃げながら戦った方が安全です。ではいくつか重要な部分説明していきます。まずブラスファミーのパワーチャージの生成ですね。これは前のビルドでも入っていたものですが、前回説明が正しくない部分がありました。コメントの方では訂正させていただいたんですが、もう一回説明したいと思います。ブラスファミーにリパルチョン、リビングライトニング、究極の一撃、エイリスの鐘、それとマーシャルアーティストのアセンダンシー、武術の達人を入れると、この辺りがループして、ブラスファミーの範囲内に敵がいればっていう話ですが、パワーチャージをどんどん補充してくれます。このループが成立するには、ブラスファミア、リパルジョンの反発のウェーブのところに雷ダメージが入っていることを確認してください。これが入っていれば自動でループします。ここの雷ダメージは武器のフラットダメージの雷は無効です。これ以外は大丈夫だと思います。指輪の雷ダメージも OK ですし、ルーンのこのサカワルの空のルーン、ダメージの 5% を全ての元素属性の追加ダメージとして獲得する。このエクストラダメージ系は全部大丈夫ですね。なので、武器にですね、とにかくこのサカワルの空のルーンを入れてください。これがあればさっきのブラスファミーのパワーチャージのループは成立しますので、ぜひこれを入れてください。次に低ライフについて説明します。前回は低ライフじゃなかったんですが、低ライフを導入しました。これによってペインアチューンメント、頭のハルダーの遺産で入っていますが、このあたり低ライフ状態の時にクリティカルダメージボーナスが 30% 上昇する。これ掛け算なんでめちゃくちゃ強いですね。オイルバラージのクリティカルダメージボーナス現在632ですが、これを外すと486%。ペインアチューンメントの低ライフの威力がすごい高いです。それと、ダイヤーストライクですね。これ、低ライフ状態の時にアタックダメージが 70% 増加する。この辺と、低ライフ状態の時のアタックダメージ 73% 増加。ちょっとタイムロスとサファイアで数値が上がっていますが、この辺も効いてダメージがかなり上がっています。低ライフ状態にする方法として私はゴーストダンスにアッツ入りの交換を入れています。アッツ入りの交換は今現在286ディバインぐらいしますね。これは高いです。強いだけあって高い感じですね。アッツ入りの交換を入れることによってここのものがスピリットを使うんじゃなくてライフのリザーブとなります。ゴーストダンス外していますがスピリットは変わらないですね。その代わりライフが上がっていきます。このリザーブで
この辺のスピリットを賄うっていう感じです。ゴーストダンスの他のサポートジェムとしては、ダイヤーストライク、これ40スピリット、これがライフのリザーブに変換されます。あと、クラリティ2、マナの自動回復上昇、バイタリティ2が入っています。最後、クールダウン解消はスピリット使わないやつなんで関係ないですね。単純にゴーストダンスのシュラウドの獲得の間隔を早めています。これで最大ライフの 35% 以下の低ライフ状態にできています。もう一個ありましたね。オイルバーラシ、この辺の処刑、低ライフ状態の時にダメージが 30% 上昇する。この辺も強いですね。約40万が51万。めちゃくちゃ強いですね。次に中性の布告、鎧についてです。この鎧がだいぶ良くて、まず継続ダメージはプレイヤーのエナジーシールドをバイパスできない。なので、ライフに来なくてシールドに来ることになるんですが、継続ダメージはだいぶちょっと対策しているんで、そこまでじゃないですね。でかいのは、この混沌耐性 1% ごとに最大ライフの 1% を2倍の量のアーマーに変換する。変換するので、最大ライフが下がっています。これ外すと最大ライフ1500ですね。入れると311ですね。でこれなんで下げたいかっていうと、私のビルドではバーサークが入っています。毎秒ライフのパーセンテージで減少します。なので、最大ライフを減らすことによって減少するその絶対値を少なくしています。これで最大ライフを下げることによってサポートジェムのバイタリティ、ライフの 2% 回復もありますが、その他にどっか装備にライフの自動回復固定値16ぐらいあれば安心かなと思います。ウェイストーンでライフとエナジーシールドの回復レート低下があります。さらにマップ入った時にここの数値の変動で40何%っていうのもあります。それでもここ16.3 私ありますが、この状態であれば減ってはいないです。中性の布告の最大ライフをアーマーに変換するのは混沌耐性を盛る必要があります。私は中性の布告にこのエンチャントされている混沌耐性、あと絆、あと指輪、この辺りで稼いでいます。指輪を例えば外してみますと混沌耐性が少なくなりますので、アーマーの変換が少なくなる。最大ライフは上がります。311が1131まで上がります。混沌耐性はできるだけ持ってください。アーマーも下がりますね。中性の布告は、絆は普段見えてないと思います。アイドルを入れることで発動します。狐のアイドルを入れると、絆モッドの恩恵を獲得する。やってみます。これで絆が出ました。スキルの品質だけですね、まだ。こっちは混沌耐性もあります。混沌耐性を入れるには、氷のアイドルも入れる必要があります。これで混沌耐性も上がります。この2つのルーンを入れてみてください。でおまけなんですけれど、幕愛のキーマのアーケリーの柱での恩恵っていうのは、ここ行くと上書きで別のものに変えられます。耐性足りているんであれば、私のようにアーマー回避シールド増加、その辺に変えるといいと思います。もう一つですね、アクト4の放棄された監獄の正義の女神。ここでフラスクをライフ回復増加かマナ回復増加が選べます。これ表示、最初ライフ回復取ったから更新されてないんだと思いますが、こっちではマナ回復になっています。ライフ回復はほぼ使わないので、マナ回復にしといた方がいいです。次にメイジブラッドについてです。私は翡翠が2つシルバー水銀になっています。翡翠は回避力プラス2000、シルバーがスキルスピード 30% 増加、水銀が移動スピード 30% 増加です。翡翠を2つ入れて
この一番下の重複した明治の遺産ごとに効果が増加するを有効にしてあります。これがですね、私ちょっと思ってたのと違ったのが、翡翠2つ入れても2つ加算されるわけではないっていうことですね。これ1個しか機能してないです。例えばこっちとちょっと比較してみます。こっちのはですね、移動スピードの水銀がなくて、レアリティの金が入っています。金が2つ入っています。翡翠は1個ですね。こっちは翡翠が2個入っている。で、こっちも金が重複してるんで、下は有効になっています。でこれとこれでいくと、こっち翡翠が2個あるんで、回避力2000ぐらいこっちの方が多いんじゃないかと思っていたんですが、そうではないですね。今、会費が29,300です。買えます。3万。翡翠が1個のやつの方が逆に高くなってます。これは一番下のパーセントが 1% 違うからだと思います。ですので、明治ブラッド、これ重複した場合は、この一番下が有効になる。で、重複するものは、この3つ使いたいんであれば、どれでもいいのかなと思います。同じようにこれは金の遺産が2つ入っています。レアリティ 45% 増加。オイルベラージュのレアリティが今 50% なんですが、これ2つ入れて加算されるなら 90% 以上上がるはずです。なので140以上になるはずなんですが、117ですね。ですので重複した遺産は加算はされてないっていうことですね。私が期待した効果とは違ったんで、皆さんにお伝えしておきたいと思います。明治ブラッドのもう一つの候補としては、この重複をやめて、翡翠の遺産の代わりに、スティーブナイト、回避力 150% 増加。これはどうかなっていうので、これも試してみました。こっちは重複がないので、この下の効果アップは機能していません。ですので、スキルスピードとか移動スピード、この辺の増加はないですね。今、翡翠が2つ入っているものから、翡翠とスティーブナイトのものに変えます。回避力が 29,948、スティーブナイトだと 38,000、少し上がります。ただし、この重複での全ての遺産が効果が上がるっていうのは機能しないので、移動スピードやスキルスピードはこっちは下がってますね。DPS 的に言えば479,000円。こっちの重複の方ですと517,000円なんで、私としてはこっちをお勧めします。スピリットについてです。中性の復刻で全てのスキルの品質 5% があるんで、少し軽減されています。他にディアラの有無で、必要量は変わってきます。私のキャラはグランドエクスペディションの永続バフでスピリットが増えています。その分は使ってませんので、取ってない方もビルドをやることは可能です。必要なスピリット量はディアラがあれば71、なければ74です。私の場合はアミュレットで50、頭で30稼いでいます。ディアラがあれば71、ない場合は74稼いでください。予算がなくてスピリット付きの頭が買えない場合は、ヘラルド・オブ・サンダーを外してみてください。その時に大事なのは、発火に対して完全無効がちゃんと機能しているか確認してください。継続ダメージ対策についてです。私は発火と出血、汚れた血は無効にしてあります。ここに出てるのは出血と発火ですね。防げてないのは毒ですが、毒は全然大したダメージではないんで問題ないと思います。井戸の心臓に汚れた血を付与されることがなくなるっていうエンチャントがついていますので、汚れた血を対策しています。どうしてもこれ準備できない方は、頑張ればここをパッシブ取れば汚れた血完全無効化になります。出血対策はメガロマニアック、カラレシモノコナルを割り当てる。これで対策してあります。ここです。シェイプシフト中は出血に対する完全無効化。
最後、発火の対策はアミュレットの割り当てで結晶化した免疫を割り当てています。ここの真ん中ですね、ソケットされたサポートジェムの色の中で最も数が多いものが赤なら発火に完全無効化。赤いサポートジェムが多くなるように調整してあります。装備についてざっとお見せしていきます。タリスマンは翡翠のタリスマンにしました。憤度が上がるものを使っていたんですが、憤度が上がるとバーサークによるライフ消失が多くなってしまうんで、それはやめました。単純に DPS が高いものを買いました。DPS が高いのと、すべてのアタックスキルのレベル3を買ってください。近接スキルのレベル3だとダメなんで、アタックスキルのレベル3です。頭はスピリットと耐性が入っているもの、それにアルダーの遺産でペインアチューンメント、茨の冠の遺産を入れてあります。これもアルダーの遺産なんで高いので、どうしてもまだ手が出せないっていう方は、自力でですね、ここまで引っ張ってください。1、2、3、4、5ポイント必要なんで外すとすれば、この辺のジュエル系やこのダメージ系がいいかなと思います。鎧は中性の布告、混沌耐性が入っているものを選びました。アミュレットは不在のアミュレット。エターナルレイジのスキルが付与されるものです。これは自分で作ったんですが、その他にスピリット50、投射物スキルのレベル3、耐性シールドが入っています。指輪、主に耐性を重視して入れてあります。プラスアルファでレアリティやダメージ回避力を入れてあります。もう一つはカランドラの接触です。手袋はマリガロの妙技。マーシャルアーティストのアセンダンシーの石の拳によってモッドが変化しています。アタックのクリティカルヒット率は 40% になる。クリティカルヒット率を固定にできるものです。ここの数値は物によって違いますので、いろいろ試してみてください。マリガロにカディガンのケージを入れて、ジュエルソケットを生成しています。これはコラプト品には入りません。ソケットは一つのもので大丈夫です。そこにこれを入れるともう一個ソケットができます。メイジブラッドはさっき説明した通りです。ブーツは移動スピードとシールド回避、あと耐性。で、大事なのはライフの自動回復。先ほども申し上げましたが、16ぐらいあると安心かなと思います。チャームは凍結対策、減速のチャーム、ガードを付与されるものを入れてあります。通過儀礼なんですが、牛の精霊のものを使っています。グランドエクスペディションをやるには、この牛の精霊が一番いいかなと思います。プレイヤーに対する減速のポテンシャルが 50% 減少。減速系状態異常敷地及びアーマーが 60% 増加。受けるダメージが 20% 減少する。だいぶ防御的に強いんで、これがいいかなと思います。もう一個の候補としては、フクロウの精霊ですね。エナジーシールドが 60% 増加して、ダメージが 80% 増加。ダメージの 20% を追加霊気ダメージとして獲得する。フクロウの方は防御を少し下げて攻撃を上げる感じです。お好みで使い分けてみてください。スキルジェムについてです。連動。武器セット1はウェアルフ。武器セット2はワイバーンにしてあります。これ同じタリスマンをここ PC ですと右クリックすることによって共通で使っています。連動はワイバーンのデフォルトのスキルです。アタックスピード増加2、灼熱のクリティカル、チャージブースト、チャージ温存、持続時間延長2です。ホローフォーカス、マーシャルアーティストのアセンダンシー、ベルが出るものですね。これによって出現するベルがカリング可能ですので、それをデバウアーすることでパワーチャージを得ることができます。クールダウン解消2、持続時間延長2、ノックバック、盲目2、効果範囲集中です。エターナルレイジ。ここはアーマー破壊ブーストを入れてありますが、発火無効を発動させるための赤サポートジェムを稼ぐために1個入れてあります。今はだいぶ余裕はありますが、いろいろいじるときにずれないように多めに入れてあります。オイルバラージ、ジェムレベル21です。サルボ、ノバの投射物1、長弾2、分岐、処刑3です。この辺の武器セットは後で説明します。パウンス、ブルータスの脳、クールダウン解消2、コスト軽減2、
灼熱のクリティカル、死の樹印です。毎回説明していますが、狼が増えるまでは樹印は外しておいてください。狼が6匹になったら樹印を入れてください。デバウアー、ジェムレベル私は19です。アタックスピード増加3、スリルオブキル2、チャージ追加付与2、灼熱のクリティカル、コスト軽減2です。バーサーク、ジェムレベルは17です。私の筋力的に17になっています。筋力が足りない場合は14まで下げることは可能です。少し威力は下がります。ウートレッドの前兆、ディアーラの欲望です。これでスキルレベルが3個と品質 5% 上がっています。ない場合はこれなしでやってください。これ入れても DPS2% ぐらいしか変わってないですね。51万が51万7000ぐらいです。ウィンドダンサージェムレベル18。ノックバック、盲目2、元素武装2、効果範囲拡大2、処刑3です。ゴーストダンス、ジェムレベル21です。これは能力値の要求が高くないんで21を入れてあります。アッツ入りの交換、ダイヤーストライク2、クラリティ2、バイタリティ2、クールダウン解消2です。ブラスファミー、リパルジョン、リビングライトニング2、究極の一撃2、エイリスの鐘、チャージ追加付与2です。ブラスファミー、ジェムの品質によってリザーブ効率が上がりますので忘れずに上げておいてください。ヘラルド・オブ・サンダー、スキルレベル18です。エッシュの輝き、ウルクの精錬、アーマー爆発、処刑3、ラキアタです。ラキアタもなければロングショットとかにしてみてください。ヘラルド・オブ・アッシュ、ジェムレベル17です。効果範囲拡大2、ヒーマスタリー、ウートレッドの幼鳥、これもなければ入れなくていいです。持続時間延長2、アーマー破壊ブースト2です。武器セットについてです。武器セットの1はオイルバラージで攻撃するもの。武器セットの2はスキル効果持続時間系を上げてバフの時間を長くしています。シュレッドは設定なしですね。連動もないですね。フォローフォーカスもない。これ両方オフになっちゃうんですが問題ないです。エターナルレイジもなし。オイルバラージが武器セット1。パウンスは両方オンです。これ両方オンにしてないと狼が消えてしまうんで両方オンにしてください。デバウアー武器セット2。バーサークは両方オン。ウィンドダンサー、ゴーストダンス。この辺全部両方オンです。ヘラルド・オブ・サンダー、ヘラルド・オブ・アッシュ。パッシブです。アセンダンシはホローフォーカス、石の拳、武術の達人を取っています。パッシブツリーは概要欄のリンクから見ていただいた方が見やすいかなと思います。赤が武器セット1、緑が武器セット2です。ざっとお見せします。こんな感じになっています。私のキャラはレベル99、レベル99なのと、グランドエクスペディションでの永続バフでポイントが1ポイント増えています。あと、起源の塔の裏側、選ばれし者の場、ここで1ポイントもらえてますんで、もしまだ取ってなかったらここで1ポイントもらってください。ポイントが足りない場合に外す候補としてはこの辺か、この辺かなと思っています。ジュエルについてです。特殊なジュエルからいきます。タイムロスとサファイア、クリダメとシールドのリチャージが早く始まる。あとシェイプシフト状態の間スキルスピードを取ってあります。井戸の心臓、追加のダメージ2つと敵を倒した時にマナの 2% を回復する。これ井戸の心臓じゃなくてもジュエルでもいいんでどっかに入れてください。マナ回復があると快適さが増します。メガロマニアック、最低限入れたいのはカラレシモのコナルです。私の場合には他にザロクの贈り物でシニスタージュエルソケットを増やしてもう一個おまけが入っています。シェイプシフトしている間、移動負荷状態の敵に対するダメージが増加、スタン蓄積が増加。これはあれば入れたいっていう感じです。たまたま入っていました。
ここはボイス。私そんなお金を持ってないんで2個ソケットのものです。一番左が進行のプリズムでオイルバラージのスキルレベルを上げています。予算が足りない方はスキルレベル2を入れてみてください。普通のジュエルはシールドとクリティカル重視で入れてあります。エナジーシールドのリチャージが早く始まるっていうのもいいです。手袋にもついています。ちょっと長くなりましたが説明は以上となります。グランドエクスペディションでやられないっていうのは結構大事かなと思います。そのマップの報酬が受け取れなくなっちゃいますし、経験値も下がりますし、メンタル的にもやられます。このキャラはしばらくやられてないのと、攻撃力も結構ありますので、グランドエクスペディションを楽しくプレイできています。興味がある方はぜひやってみてください。あとですね、説明の不足している点とか、もし間違いがありましたらコメントの方に書いておきますので、ぜひそちらもご参考にしてください。また何か質問があれば、書いていただければ回答いたします。では今回の動画はここまでとしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ご参考になれば幸いです。また次回よろしくお願いいたします。